こちらの動画は後編になります。前編から見ないと理解できない点が多々あると思うので、先に前編をご覧ください。前編では、エレンは未来の自分に見せられた記憶によって操られ、誘導されていたというところまで話しました。したがって、グリシャに対してもそうしたように、未来のエレンは過去のエレンにとって都合の悪い記憶は見せなかったはずです。例えば、サシャやハンジなど多くの仲間が死ぬという記憶を未来のエレンは見せませんでした。それが分かっていたら、過去のエレンが地ならしという選択を躊躇してしまうからです。その証拠にエレンは、大切な仲間を生き残れるかどうかもわからないまま戦いに巻き込んだ、と言っています。また、サシャの死は必要だったから、あえて見せなかったという説もあります。仮にサシャが生き残っていた場合を考えてみましょう。その場合、ナビとファルコが飛行船に乗り込み、パラディ島に来ることはありません。ナビとファルコは地ならしを止める上で重要な存在です。地ならしが止まり、アルミンたちが英雄になるというエレンの計画は実現しなかったでしょう。もしくは、ナビとファルコは飛行船に乗り込んだが、銃弾は外れてサシャが生き残ったとします。そうなると、ニコロはナビに対して強い恨みを抱かないため、ニコロがナビをワインで殴るシーンが実現しません。よって、ジークの脊髄液がファルコの口に入り、ファルコがアギトを継承する未来にもつながりません。それなら、ワイン以外の別のやり方で巨人を継承させればよかったと考える人もいるかと思います。しかし、ジークの脊髄液による巨人化でなければ、獣の巨人の特徴が発現することはなかったでしょう。また、鳥に強い思い入れがあったファルコだったから、空を飛ぶことができました。同様に考えると、このシーンでジークが叫ぶことも必要であったという解釈になります。ジークが叫ばなければ、ファルコが巨人にならないからです。しかし、そのことで、ピクシス司令はじめ、多くの同胞も一緒に巨人化し殺されてしまいました。エレンがこのシーンで、待てと言っていることから、エレンはその未来を知らなかったことがわかります。もし、ピクシスらが巨人になる未来を知ってしまったら、過去のエレンはそれを止めようと行動したでしょう。ファルコが巨人を継承する未来につなげるために、未来のエレンはあえてこの記憶を見せなかったと考えられます。そしてこのシーンでもエレンの知らない未来がありました。エレンはジークと接触し、座標にたどり着きますが、最初に始祖の力を使えたのはジークであったという未来です。ジークはエレンが体を修復させるまでの気の遠くなる時間をかけて、付箋のちぎりの無力化に成功していました。結局、始祖ユミルはフリッツ王に従う奴隷であったため、王家の血を引くジークには逆らえなかったという解釈で問題ないでしょう。しかしそれなら、始祖の力を一度ジークに奪われる未来を見せておくべきと考えるのが普通です。しかしエレンはあえてその未来を見せませんでした。なぜなら、グリシャの記憶ツアーという過程が必要だったからです。では、何のために必要だったのか。それはエレンが過去に影響を与えられる能力に気づくためと考えます。これまで説明してきたように、過去に影響を与え、未来を自分の思うがままに仕向けることができたのは、始祖と進撃を両方有していたエレンだけです。しかし、エレン自身がその能力を持っていることに気づく過程がなければ、エレンはその発想にさえ至らないでしょう。グリシャの記憶ツアーは、まさにそれに気づく過程となりました。120話の最後において、夢から目覚めたグリシャは、記憶ツアー中のジークの姿を確実に認知しています。ジークがあんなヒゲ面おじさんなわけないだろ、というセリフがその確たる証拠です。そしてその言葉を聞いたエレンは、驚いた顔をしています。そして次のページには、何かを確信したような表情で急ぐように、次の記憶だ、ジーク、というセリフを発します。つまり、この時エレンは、始祖の力で過去に影響を与えられる可能性に気づいたと考えられます。その後のシーンでもエレンとグリシャがたびたび目を合わせていることや、グリシャがジークを抱きしめていることから、グリシャが始祖の力によって過去の記憶をめぐる2人を認知していることは確実です。ここで一つ疑問として挙がるのは、この時、過去に干渉する能力をエレンが有していること、それ自体の記憶を見せればよかったのでは、というものです。事実、私は以前の動画で、ヒストリアの手にキスした時、エレンは彼らを殺すように仕向ける未来の自分を見たと言いました。この発言に関してはすみません。訂正します。この時確かに、ベルトルトをスルーするダイナ巨人目線の記憶を見た描写はありましたが、その記憶がダイナ巨人のものであると分かったのは読者だけであり、エレンがそれに気づいた証拠はありません。そして、その巨人を彼らの家に向かわせ、母親を食い殺させたという記憶は描かれていなかったため、その未来については、この時点でエレンは認知していなかったと考えを改めます。つまりこの場面でライナーに、なんで母さんはあの日巨人に食われたと聞いた時も、まさか自分のせいだとは思っていなかったということです。その未来を見せなかった理由はこれまでと同じです。
自分が母親を殺すという未来を見せれば、過去のエレンが地ならしの選択を躊躇してしまうからです。加えてその記憶はグリシャにとっても都合の悪い記憶になるため、未来のエレンは彼らが食われる記憶を見せませんでした。その代わり、後でエレンがベルトルトをスルーさせ彼らを食わせなければ今の道につながらないことに気づくように、その手がかりとしてこの記憶の断片を見せました。それと同様に、エレンが過去に影響を与えられることを後々気づかせるために、グリシャを眺めるエレン目線の記憶の断片も見せました。それらの記憶に対し、エレンも違和感は感じていたでしょう。ベルトルトを眺めるこの記憶は一体誰のものなのか。礼拝堂地下でグリシャを眺めるこの記憶は一体誰のものなのか。そもそもこの記憶を見た時点で、ベルトルトとグリシャはすでに死んでいたため、誰かの過去の記憶だと思い込んでいたかもしれません。しかし実際はエレン自身の未来の記憶でした。つまりこの時はまだ過去に干渉し自分の望む未来に誘導する力にエレンは気づいていませんでした。よってエレンは見た未来は必然的なものではなく変えられるものだと思い込んでいました。だからエレンは必死になって別の道を探していたというところにつながります。しかし選択肢がどんどん消され、最終的には見た未来の通りにエレンは動くわけですが、実はそれらの選択は未来の自分が過去の自分を意図的に誘導していた結果であったと分かったのがこの瞬間です。あの時見たグリシャを眺める記憶はこの時のものであったのだとエレンの頭の中でつながりました。このエレンの怒りの表情は当初付箋のちぎりによって壁の初代王の思想に支配されたフリーダの発言に向けられたものだと思っていましたが、この怒りは過去の自分を操ってきた未来の自分に対するものでもあったのではないでしょうか。そしてエレンはこの時初めて始祖の力によって過去に影響を与え、今の道につなげることを決断します。またこの時の目の描写が強調して描かれていることから、この目をした時に始祖の力が発動されるのではないかと考察しました。それはグリシャが付箋のちぎりについて知る過程からわかります。まずこの時クルーガーは壁の王が戦わないことは知っていましたが、付箋のちぎりが何であるかは知りませんでした。そしてグリシャもまたそれを知らないまま壁内に侵入しました。グリシャがフリーダと対面してすぐに壁を攻めてきた巨人を殺してくださいと要求していることから、この時点でもグリシャは付箋のちぎりが何であるか知らなかったと思われます。しかしこの瞬間、エレンはグリシャに始祖の力に関する諸々の情報を記憶として流しました。するとグリシャは急に冷静になり語り始めます。分かっている。私が始祖の力を使えないことは、付箋のちぎりで始祖の力を完全に使えないのは王家といえどあなたも同じ。グリシャはこの時初めてそれらの情報を知ったため、驚いた表情で記憶の送り主であるエレンの方を見ています。しかしその情報を得てもなお、グリシャはレイス家の虐殺を決断できませんでした。そしてエレンがもう一度この目をすると、グリシャは狂気の表情で巨人化しレイス家を虐殺します。つまり未来の記憶を見てもなお決断できなかったグリシャをエレンが始祖の力で強制的に操り、レイス家を虐殺させたのだと思います。またこの時の目はこの目と似ているのではないでしょうか。この目は同じく始祖の力を発動し壁の巨人を操る時の目です。さらにフリーダやウーリが付箋のちぎりによって初代王の思想に支配される際、アニメでは瞳の色が紫に光っています。付箋のちぎりも同じく始祖の力によるものです。したがってアニメではこれらのシーンの瞳が紫に光るのではないかと予想します。またグリシャ巨人の目がフリーダを食う前は緑、食った後は紫になっていることから、緑は進撃を、紫は始祖を意味するのではないでしょうか。もしくは単純にエレンの目が光るだけかもしれません。いずれにせよアニメではこのシーンの瞳に注目です。また無敵の力を持つはずの始祖の巨人フリーダがグリシャに敗れたことをロッドレイスは経験が足りなかったからと説明していましたが、それならグリシャもまた大した戦闘経験はなかったはずです。しかしグリシャが勝ってた理由を戦闘経験豊富なエレンが操ったからと考えれば納得がいきます。その証拠にエレンはこの時の記憶を手の感触が残るほど鮮明に覚えています。そしてレイス家を虐殺した後のエレンは一転悲しげな表情を浮かべます。レイス家の虐殺はグリシャが自分で決断したものだと思っていたエレンはグリシャをどこか共犯者だと思っていたのかもしれません。しかし実際はレイス家を虐殺するよう仕向けたのは他でもない自分自身であったことを知り、自分だけが持つ異常性や残虐性を身に染みて感じるとともに、共犯者なんていなかったことが分かり、孤独さも感じたのではないでしょうか。さらにグリシャとジークの和解を見てこの表情を浮かべます。自分ではなくジークに寄り添ったグリシャに対する失望、もしくは
ジークに対する嫉妬の感情があったと考えられます。感謝してるよ兄さん。あんたが俺を親父の記憶に連れ込んだから今の道がある。この言葉通り、グリシャの記憶ツアーはこの道につなげるため必要不可欠な過程でした。さらに言うと、エレンがジークの死んだふり作戦に気づくことができたのは、この未来を見ていたからですが、ジークが付箋のちぎりの無力化に成功し、一度始祖の力を手にする未来につなげるには、エレンが体を大きく損傷し、回復まで時間がかかる状態で接触する必要がありました。そのためにはナビに頭を打ち飛ばされる過程も必要だったため、その未来はあえて見せなかったと考えられます。このように他の場面でもエレンがあえて見せた未来、あえて見せなかった未来の識別が可能になると思います。そしてエレンはこの後、ジークから主導権を奪い、始祖の力を完全に自分のものとします。礼拝堂地下でやったのと同じ要領で、ダイナ巨人やクルーガーなどの元に赴き過去鑑賞をしました。その過去を巡る際の姿が鳥だったのではないかと予想します。その証拠としてエレンが見た未来には鳥目線の記憶がいくつかあります。また壁が壊される日やグリシャとクルーガーの会話のシーンにはいずれも鳥が描写されています。またこのシーンでは巨人化したファルコがライナーを食べるのを不自然にやめ、標的をポルコへ変えています。これもエレンによる過去鑑賞だったのではないでしょうか。このシーンでもしっかり鳥の描写がされています。グリシャの記憶ツアーはジークが主導権を握った状態での過去鑑賞だったため人間の姿のままでしたが、その後はエレンが主導権を握った状態で過去を巡ったため、エレンの胸に秘めた鳥になって空を自由に飛びたいという欲求を満たす形で過去巡りが行われたのではないでしょうか。ここまで見てきたように、過去のエレンは未来のエレンによって操られていました。しかしそれは全て自分が望んだことであったとも言えます。全てが最初から決まっていたとしても、全ては俺が望んだこととはそういう意味でしょう。また少し話は戻りますが、このシーンは自分自身によって操られていた過去のエレンから自分自身を操る未来のエレンへと移り変わった瞬間でもありました。今までエレンが持っていた不自由に対する怒りの感情は全て今の自分のせいであったことを悟った表情でもあったのではないでしょうか。そのためエレンは自分が不自由である怒りをどこに向ければいいのかわからなくなりました。その怒りの矛先がこの世界になったとも考えられます。また巨人の能力を解明したことでこんなことを言うこともできます。最後の継承者は都合のいい未来に導くことができる。そして最後の継承者とはその代で巨人の力が消滅することを意味する。つまり都合のいい未来とは巨人が消滅するということであったと言えます。よって巨人の力が生まれた瞬間に巨人が消滅するという結果は必然的に決まっていました。全ては最初から決まっていたのです。そしてそれは進撃と始祖が一人のものに渡る未来も決まっていたことを意味します。進撃には時を超える能力があり、始祖にはユミルの民を操る能力があります。しかし過去も未来もなく同時に存在する全知全能の能力を発動するには誰かが始祖と進撃両方を身に宿さなければなりません。始祖の力なくして進撃の能力は意味をなさず、進撃の力なくして始祖の力は意味をなさないのです。そしてこの2つの巨人は始祖ユミルの相反する気持ちが生み出したものだったのではないかと考察します。始祖の巨人はフリッツ王を愛し彼に背くことはできないというユミルの気持ち、進撃の巨人はそんな愛の苦しみから解放され自由になりたいというユミルの気持ち、この相反する意志から生まれたのではないでしょうか。また他の方の考察を見て気づいたのですが、始祖ユミルが見た花の花びらの枚数が1枚増えるという描写があります。ユミルが豚を逃がした罪に問われ狩りの標的になる中で見た花びらの枚数は8枚です。しかし始祖ユミルがフリッツ王をかばい槍を受けて死ぬ間際に見た花びらの枚数は9枚となっています。その方はこの増えた1枚をユミルの自由になりたいという意志から生み出された進撃の巨人を意味するものであると考察していましたが、私は逆に考えます。この花びらが増えるまでの過程にあったのはフリッツ王とユミルが子を作り、ユミルが彼を愛してしまったという出来事です。フリッツ王を愛してしまったことで王家の血の命令に従い続ける始祖の巨人という呪縛が生み出されました。したがってこの増えた花びらは始祖の巨人を意味するものだったのではないでしょうか。ですから始祖の能力で何でもできるとは言っても、初代フリッツ王の命令に背くことになる巨人の力の消滅という直接的な命令は出せませんでした。巨人の消滅は始祖ユミルの成仏なしには成し得なかったと考えられます。つまりユミルが豚を逃がしたことからわかるように、もともとユミルは奴隷でありながらも自由に対する憧れは持っていました。しかし誰かに愛されたいという気持ちがそれを上回り、その意志を封じ込めてしまった。
その愛の苦しみから逃れるためには自由になりたいという意志を呼び起こさなければなりませんでした。そこに迎えに来たのが進撃を有したエレンであり、エレンの言葉にユミルは自分の意志で奮起しました。もしくはユミル自身が無意識的にそんな存在を求めエレンを導いたのかもしれません。ですから進撃の巨人は王家の血を引かないエレン以外の始祖継承者には従わず、全ては王の独善フリッツ王に抗うために用意された存在だったとも考えられます。そのためフリーダを含め歴代の始祖継承者は進撃の未来史能力について知らなかったというところにつながります。このように進撃の能力を解明することで様々な裏設定や作者の細かな描写の意図が浮き彫りになりました。今回は大きなテーマに対する考察だったため間違いや矛盾が生じているかもしれません。指摘や反論も含めてコメント欄でさらに議論を深めていただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。この動画は現時点での私の解釈をまとめたものです。理解することを諦めない姿勢で今後もさらに考察を深めていきたいと思っているので、ぜひ次の動画をお待ちください。